品目はどうしても美味しいってこう掴みたいんですよね。こう入った時から冷え性なのか、いらっしゃいませ。今日よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。どうぞ。お願いします。広いですね。広いです。はい。今10席でやらせていただいてます。すごい。大将お願いします。はい、よろしくお願いいたします。すごい空間ですね。トウモロコシ豆腐とバフンウニですね。上にかかったますはトマトのジュレで、よろしく手前のスプーンでお召し上がりください。結構桃料理で使うっていうのは日本料理だとあるんですか？結構ありますね。桃と合わせてその酸味ですとか、はい。そういうのにすごく合うので。これはすり流しではなくちょっとなんか茶碗蒸しっぽい感じ。茶碗蒸しっぽいですね。はい。史上最高におしゃれな冷製茶碗蒸しみたいな感じですね。トウモロコシのクリーミーな甘さと桃のさっぱりとした酸味甘み、そこにウニの濃厚な感じにジュレでさっぱり、複雑ですね。自分も結構見てますね。本当ですか？ここ行きたいなーっていうところ行ってて、朝締めの石がですね、乗っかってますのがこの子ですね。ナマコの卵巣を塩漬けにしたすだちですか？すだちですね。はい。やっぱ塩気がはい。結構一口のパンチがしっかりあるけど後半はそんなにきつくないというか丸い塩味。はい。先ほどのが腹ですね。こちら背側で。背と縁側ですね。はい。こちらが石ガレーの骨で作ったお醤油なのでよろしければお使いください。じゃあこれ専用のお醤油ですか？はい。手間かかってますね。すごい、まあお醤油に油がすごい染み出てる。多分魚の出汁を濃厚な魚の出汁を取って作ってるので、はい。それがプリプリしてる。身が最高。次は煮だこです。よろしければわさびでお召し上がりください。炊くときにこう芯まで崩したくないんですよ。芯はありつつ味もしっかり柔らかくっていうのを目指してるので、この皮のちょっととろっとした感じがいいですよね、タコの。はい、香りもやっぱしっかり。カツオのわら焼きですね。
上に乗っかってますのが山わさびと大根おろし、ネギと生姜をペーストにしたものを混ぜて作ってあります。うわすごいな、薬味がたっぷり。ハモ天、ハモ天です。湯引きじゃないですね。はい。また天つゆもライブ感あったのがすごいなと思って、はい。妥協しない感じが。おお。普通ハモだと湯引きで出すところが多いんだけど、あえて揚げ物にして、このサクサクバリバリな感じとハモのふわふわ感、そして作りたてのめんつゆ。蒸しアワビですね。手前の肝ソースで召し上がりください。ムチムチしてる。でも包丁入れてましたね。はい、包丁食べやすいように。はい。こちらよく混ぜてお召し上がりください。肝の種類もだいぶ違うんですよ。肝の種類。どういうことですか。肝がメスとオス色が違う。へえ。黄色っぽいのと緑っぽいのが。うわ。やっぱりこれ食べると、しかもこの卵黄タイプだとフレンチ料理っぽいですよね。追い肝ソースをしてるから余計にこってり感がまとって、でもくどくない。シャリ美味しい。緑のあんでしたけど、これは焼きナスのすり流しカレー。ああ、そういうことか。あ、とろみがすごいな。日本人でよかったと思える味わい。毛ガニともずくですね。上にかかってますのは冬瓜のジュレとなってます。カニともずくって、まあカニ酢はあるじゃないですか。あんまなくないですか。あります、カニともずく。そうですね。このカニ酢はあるんですけど、はい。カニなんていうんですかね、毛ガニ自体にも味を入れて、もずくにも味を入れてるので、こう最後お寿司に行くさっぱりとしてもらってお寿司に行ってもらいたいな。ガリがサイコロタイプでつまみ系の、結構塩味がしっかりあるタイプで切れ味がある。うまい。分厚いですね。裏にも包丁目入れてるんだけど、これって表と裏で角度違いますよね。角度違います。縦とかのこにバーって入れてるのと縦です。じゃあ裏をカノコにしてにして、はい。で表がこの縦で、それを逆じゃダメですか。逆でもいいと思うんですけど、自分はあっちの方が見栄えもかっこいいのかなっていうのはあるので、表の縦はちょっと歯ごたえを、歯切れがいい感じにして、裏はシャリ側はちょっといわゆるアオリイカ系の甘み系ってことですよね。やり方で。これ昆布ですか。はい。昆布は当てて、あと白身の漬け、だしで合わせた漬けにつけてます。昆布何時間ですか。昆布がこれで直接当てないんですよ。ペーパー1枚入れて昆布締めしてるので。そんなやり方あるんですか。関節昆布締めというか。そう、関節昆布締めですね。からのさらに握る直前にちょっとつけて、はい、このだしですね。だしで割った旨味を足しまくってるわけですね。そうです。なる関節昆布締めって結構やるっすか。昆布と昆布で挟むパターンあるじゃないですか。はい。あれも好きなんですけど、はい、どうしてもねっとりしてしまうので、ねっとりも好みだと思うんですけど、これは、ねっとりもいいんですけど、自分はこっちの方が美味しいなと思って、
ねっとりというよりは昆布の香りをまとそうう香りだけを入れたいなっていうでもイメージ昆布当てよりはちょっと強めですよね。そうです、へえ、そんな技術があったの知らなかったです。それは初めて聞きました。間接的にペーパー挟んでやるっていうのは。ペーパーを挟んでやっぱ小町なんでお米のうまみが丸い、でも丸いですね。寿司龍月さんは、はい行きたいってなったら予約はどうやったら取れますか？予約はですね、一応ネットでテーブルチェックとあはいと食べログはい、からご予約をいただけるのと、あとは直接電話いただく電話で OK。可能ですし、じゃあ、寿司龍月予約とかで調べれば、はいそのサイトが出てきてはい、って出ていう感じです。ます。はい、今営業は夜のみですか？夜のみです。はい。なんか時間制とかなんですか？と5時半と8時間、一部が5時半ですね。2部が8時間やらせて、二回転制はい、やらせていただいて。今夜のお任せはおいくらでやってらっしゃるんですか？今2万円ですね。2万円のコース1本でやらせていただいて。そこにお酒とか、まあ、はい追加したい方はという感じですね。はい。結構でもネタ的にはいいネタ使ったり料理も結構手間がかかってると思うんですけど、はい。経営的に大丈夫なんですか？大丈夫です。この黒は赤身の天身の感じと、天身ですね。やっぱ天身の天身の一番自分はそこ天身のところが一番マグロの味があるなと思うので、そこをお願いして持ってきて。漬け地ってこれカツオ入れてますか？カツオ入れてます。カツオ昆布を入れてます。しっかりめだけど、まあでもそんな余韻がきつくないんで、はい。やっぱ入れた瞬間が一番美味しいっていう。漬けうまいっすね。いや、うまいっす。マグロ相当大変ですよね。今日は境港境港です。巻き網の一番砂ずりの部分ですね。はい一番蛇腹。蛇腹。フォルムが独特ですね。木の芽が出てきますね。中に木のでもやっぱキスってはい結構薄いイメージがあるんですけど、そうですね相当分厚い。2枚漬けだからさらに食べ応えが。これを村山さんのところで教えていただいて食べた時に自分も結構衝撃があったので、これはやりたいなっていうのが。新子ですね。おー、なるほど。こうしましたか。これなんでこのフォルムなんですか？じゃあ2枚の時はこっちの方が自分は好み。これ真ん中ははい。覗かないですね。新子だからここの部分です。ここは包丁を入れて包丁で入れるんだ。はなるほど。わ包丁入れてます。ちっちゃい新子サイズだ。なんか赤ちゃん持ってるみたいな感じですね。すごい柔らかいので、お寿司の赤ちゃん。おぼろの甘みですね。なるほど。おぼろの中に入れて。なんか甘い。やっぱでも新子は当日か次の日ぐらいですよね。もうそれでないともう嫌なところが出てきて、やっぱ香り出ちゃうんですね。甘く天草油ありますね。なんかサイズもちょうどいい感じになってる。ありがとうございます。
そう可愛いですね、醤油の。バフンですね。贅沢な一口だ。うわー、濃厚なクリーミー系ですね。後半来るタイプですね。どこのバフンですか？北海道のですね、北海道の利尻。利尻ですね。っていう言葉というか、店名の由来？で、どういう由来があるんですか？そうですね。中国の神話でですね、虹のことを龍と呼ぶんですよ。で、その月明かりで見れる虹のことを龍月と呼ぶので、それってすごく奇跡。要は夜なのに見える虹っていうのがたまにあると、奇跡的に出る。奇跡的に。錦糸町でいろんなお店がある中で、ここに来ていただいた奇跡を店名にしました。めちゃくちゃなんかロマンチックな。でもやっぱその非日常とか、なんか錦糸町なのにこんな空間が、こんな体験ができるみたいなところが、そうですね。それがその龍月っていう、ブランドというか、お名前に入ってらっしゃるんです。もう入った時から錦糸町なのかっていう。いや、なんかもうちょっとなっているんですかね。これは現実なのか感がすごいあってなので本当にそれは錦糸町での強み、そういう空間から空間作りからやっぱりできてるお店なので、なんかどのお店も素晴らしいと思うんですけど、大将もともと修行銀座でやってらっしゃったじゃないですか。またなんか銀座のザ高級寿司というのとちょっと違うまた空間で、この空間でなんかその日本料理とお寿司が組み合わさってすごい贅沢なおまかせが食べられるっていうのがなんかお店のコンセプトといいますか、ギャップというか、コンセプトというかブランドというか。おー、あったかい。マグロと奈良漬けが入ってます。奈良漬け、トマタクとはまた違う。香りを立たせ揺らめいてますね、海苔が。海苔が面白い形してる。これコントビコントビですか？コントビって炙るとこうなるんですか？結構この香りあんまない感じがするんですけど、なんでこう炙るとこうなるんですか？炙るとなります。香りが立って。最後の最後にやっぱり食べ応えすごいのか。これコントビなんですね。やっぱ香ばしさあるんだよ。結構しっかり赤っすね。味的にはでも酸味ですね。塩味もほぼないですね。言える範囲でお酢何種類使ってますか？お酢が今3種類使ってて、塩と砂糖ではなくいろんな
企業秘密的なのはもちろんいろんなものを混ぜて、レシピがはい、シャリかなり個性的な気がしますね。こうやって食べるとかなりなんてお寿司屋さんでは珍しいやり方をやってると思います、はい。失礼します。いやどれぐらい押すか魚体。これはそこ130ぐらいですね。結構でかい。はい。This is 大トロだ。ここに赤ワインをピノノワールやばいね。これも This is 龍月。いやなんか本当に非日常感が今どこにいるのかがわからないっていうか、錦糸町にいる感は全くないですね。ああ赤やばうまっ、うまいっていうかなんかもう極上って感じです。結構薬味たっぷり。これ半身感ですか？半身感です。じゃあ結構小味ですね。はい。片身感でサイズ指定して取ってるので。あえてちょっとちっちゃめに。はい。酢はどうしてますか？酢はちょっと柑橘類を入れた酢に漬け込んで、橙とか柚子とかそういう、はい。ビター感があるですね。淡路って多分海油っすよね。海油です。はい。あれですよね。結構プリプリ系ですよね。筋肉質系ですよね。ちょっと身質が硬い感じなんですけど、包丁を入れて、いやなんかすごい個性的な味、はい、味っぽくないっていうかやっぱ本当ダンディーな味だったんで味でダンディーって表現自分あんましないんですけど、はい、これもエビ味噌です。クリームでも尻尾がすごい太い。これ可愛いけど竹々しいフォルムだなちょっとやっぱ半生っぽい感じ。はい、半生で仕上げてます。これ間にかませた味噌って、エビ味噌と何が入ってますか？殻を集めておいて濃厚なエビだしを取って、そこから先ほどと同じく玉元でちょっと合わせて卵のまろやかさなんですね。はい、でやっぱ温度がちょっと温かいんでまろやかさと甘み香りが立つですね。ちなみにそのおまかせの構成、はい、出す一品一品もそうですし、はい、順番ってすごい大事じゃないですか。はい、なんかどういう考え方で打順組んでいきますか？ですね、1品目っていうのが一番自分の中で力を入れてまして、やっぱ1品目はどうしても美味しいってこう掴みたいんですよね、心を。やっぱあんだけいろんな食材をカラフルに入れてるっていうのがこの米月さんとか大将のこの料理へのこだわりとか1品目に結構手間暇かけた一皿を出してくるっていうのを感じたので、いろいろ多分チャレンジされて順番もどんどん変わっていったり、そこで葛藤されたりとか多分あると思うんですけど、変えたいですね。変えたい、はい、今後本当にいろんなことやりたい。お客さんもちろんいろんな方が来られると思うんですけど、はい、なんか錦糸町界隈の方が多いとか、なんか傾向ってあったりしますか？最近お話出るのが浦安。浦安から結構、昨日のお客様もその前のお客様も浦安だったので、なんかこっちの方が近所なんだよねみたいな方がなんか月に1回の贅沢とか、ちょっとした記念日とかデートとか、女子会とか、っていうのだとすごく使い勝手がいいというか、はい、
結構今日そのもちろんお料理も握りも、まあ、最後手巻きとかもうお酒含めてすごい食べ疲れ全然しないなっていうのが一個特徴だと思っていて、それがさっきシャリの中でもなんかやっぱ塩味が大事とか結構酸味をしっかり効かせてますというよりはバランスですって大将が言ったところがなんかその人柄と味覚となんかお店の雰囲気すごい贅沢な空間で握ってらっしゃった料理出すんだけどなんかトータルひっくるめて食べ疲れしないなんかすごい優しさがあるなっていう、すごくまとめてくれましたでもそれはなんとなく多分意識されてるっていうか、バランスは結構意識します。自然と出てらっしゃるのかなっていう感じはして、でもやっぱりこの空間が一個のやっぱりすごくお店のエッジが効いたポイントだと思うので、また銀座ですごい優しい味わいのお店で食べるのとはちょっと違うし、これは錦糸町でこの空間で時間忘れてでもすごい上質な、なんかずっといたいな、もうちょっと食べたいなっていうのが寿司龍月さんの味わいだし雰囲気だし特徴なのかなって個人的には感じたので、本当にそういうお客様がいっぱいこう来ていただけたら本当に楽しいのでこっちも楽しくなるし、そうですよね、一番いいんですけどね。いやありがとうございます。仕入れに行くぞっつって3人で仕入れに行ってきたんですよ。この日のために釣りみんなで行ってる皆様のためにすごい楽しみながら行ってきました。マグロなしでこの満足度は非常に良かったです。